はい、そしてこちらは6月13日にご紹介してから次々とつぼみをつけて咲いてくれていたリボンチェッロです。そろそろつぼみも一段落して一番花終わりのようですので切り戻そうと思います。はい、こちらも楽しみにしていたリモンチェッロです。この子は香りがないけれどもたくさんお花を咲かせてくれて色の変化も楽しめると思ったので楽しみにしていました。この彩りが初夏にとってもぴったり似合うと思います。去年の秋よりも一つ一つのお花がやはり大きめに感じます。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。一番花終わりのようですので切り戻そうと思います。2週間以上楽しめました。はい、こちらのホーム&ガーデン最初にご紹介したのが6月19日でしたので3週間お花を次々と咲かせて楽しませてくれました。はい、こちらはホーム&ガーデンです。お花を近づけるとかすかにいい香りもあります。この子は確かとても丈夫なバラだったと思います。全体像としてはこんな感じで8号鉢ですがとても背が高くなっています。こちらのザ・フェアリーも3週間弱お花を楽しませてくれました。はい、こちらはザ・フェアリーです。小花が可愛いですね。お花を近づけると気のせいかもしれないですけどもうっすらと香りもあるように感じます。でももしかして先ほどのロフトボルケの香りが風上にあったのでそちらの香りが流れてきていたのかもしれません。まだまだつぼみもたくさんありますししばらく楽しめそうです。全体像としてはこんな感じです。前回ご紹介したのは6月24日でした。3週間弱くらい次々とお花を咲かせて楽しませてくれました。はい、こちらは川本先生のローズコロナ6月13日にご紹介したので1ヶ月弱お花を楽しむことができました。はい、そしてこちらは
ローズコロナというバラです。川本純子先生のバラです。ものすごく背が高くなってます。で、お花は香りがないようですけれども、すごくお花持ちする子だと思います。こちらに見事なベーサルシュートが出てきてくれてました。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。冬剪定はこんなに下の方で切ったんですけれどもね、ここからこんなに伸びて咲いてます。つぼみもまだまだあります。冬剪定ここで切ったんですけれども、花子剪定はここの内目で切ってみようと思います。すぐ上のかなり伸びるみたいですので、短くカットしようかなと思います。背は高くなるようですが、しっかりと直立して自力で立ってくれてますし、横にはそんなに広がらないと思いますので、場所は取らないかもしれませんね。で、前回ずいぶん背が高くなるので、次切るときはすぐ上の内目でまた強剪定をすると言ったんですけれども、花枝がしっかり立って自立して問題なく咲いてくれるので、背が高くても特に場所も取らないし大丈夫かなと思うので、あまり負担のないように強剪定はやめておこうと思いました。本日ご紹介したバラを集めてみました。本日ご紹介したバラを集めてみました。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた近いうちにお会いしましょう。